こんにちは、ケンジさん。今日は卓球界のレジェンド、ヤン・ゴベ・ワルドナーについて深掘りしていきましょう。そうですね、美咲さん。彼は単なる選手を超えて、卓球史におけるモーツァルトとまで呼ばれる存在です。レポートによると、彼は1965年生まれで、スウェーデン卓球の黄金時代を象徴する人物ですね。その通りです。6歳の頃から才能を発揮し、両親が作り上げた安全な家庭環境が彼の創造性を育んだと言われています。失態を恐れずに新しい発想を試す勇気、それが彼の原点なんですね。幼少期の彼は単にボールを打ち返すだけでなく、どうすれば相手が予測できない場所にボールを送れるかを常に考えていました。まさに卓球を物理的なスポーツとしてだけでなく、知的なゲームとして捉えていたのですね。スウェーデンの卓球クラブの環境も素晴らしく、彼を温かく、しかし厳しく育てました。彼の才能はすぐに周囲の知るところとなり、若くして突角を現しました。彼のキャリアの初期段階において、すでにそのプレースタイルのヘディングは見えていたのです。決して力任せでなく、相手の裏をかく、そんなスタイルですね。そうなんです。彼は相手の動きを先読みし、あえて緩いボールでリズムを崩すなど、当時としては非常に革新的な戦術をとっていました。まるでチェスのように数手先を読んでいたわけですね。その通りです。彼の卓球は身体能力だけでなく、極めて高い知性に裏打ちされていました。幼少期から培われたその創造性が、後の伝説を生む土台となったのですね。スウェーデンの卓球界全体が彼のような天才を育てる土壌を持っていたことも大きいです。練習相手にも恵まれていたんでしょうね。もちろんです。当時のスウェーデンはまさに卓球の実験場のような場所でした。失敗を恐れず新しい技術を試す、その精神がワルドナーという怪物を生んだのですね。まさにその通り。彼のプレーは単なる技術の集積ではなく、一つの哲学でした。彼の卓球人生の始まりからすでにドラマが詰まっていますね。彼は単に技術を磨くだけでなく、卓球というスポーツそのものを深く理解しようと努めていました。その探求心が後の偉大な業績につながったのですね。彼は自分のプレーを常に客観的に分析し、改善し続けていました。まさに卓球の求道者ですね。彼は練習中も常に新しい戦術を試し、それが試合で通用するかどうかをシミュレーションしていました。まさに卓球を極めるための飽くなき探求心ですね。その姿勢こそが彼をレジェンドたらしめたのです。彼の成長は誰にも止めることはできませんでした。彼は幼い頃から卓球というスポーツに魅了され、その魅力にどっぷりと浸っていました。まさに卓球のために生まれてきたような存在ですね。その通りです。彼は卓球というスポーツの可能性を誰よりも信じていました。彼の物語はこれからも多くの人々に夢を与え続けるでしょう。彼は兄のシェル・オーケとの練習を通じてさらに技術を磨いていきました。家族のサポートも彼の大きな力になっていたのですね。そうです。彼らは互いに切磋琢磨し、卓球の技術を向上させていきました。まさに卓球一家ですね。家族の絆が彼の卓球人生を支えていたのです。彼の物語はこれからも多くの人々に夢を与え続けるでしょう。次は彼のキャリアを変えた上海遠征についてさらに深く触れていきましょう。さて、14歳での上海遠征、これがワルドナーにとっての大きな転換点でした。12,000人の観衆の前で敗北を喫した経験が彼に火をつけたのですね。そうです。卓球を国家の威信として捉える中国の現実を目の当たりにし、ストイックな規律を自分なりに課すようになりました。当時の中国の卓球選手たちの練習量は想像を絶するものだったと聞きます。まさにその通りです。ワルドナーは単なる技術だけでなく、精神的な強さ、そして卓球に対する姿勢そのものを学んだのです。世界選手権の決勝に進出するまで新品の靴下を開けないという誓い、有名ですよね。その誓いが彼の覚醒を決定づけました。彼は自分自身に厳しいルールを課すことで集中力を極限まで高めていたのですね。そうです。この上海遠征での経験がなければ、その後のワルドナーは存在しなかったかもしれません。敗北を糧にして成長する、まさにレジェンドの資質ですね。中国の圧倒的な強さを目の当たりにし、彼は自分自身を再定義しました。彼は中国の選手たちの技術を吸収し、それを自分流にアレンジしていったのです。その過程で彼は単なるスウェーデンの選手から世界を視野に入れたプレイヤーへと変貌を遂げました。敗北という苦い経験が彼をより強く、より賢くしたのですね。中国の選手たちが持つ異常なまでの集中力と規律、それを目の当たりにしたことが彼にとって最大の収穫でした。彼は技術だけでなく精神面でも中国の卓球を吸収したのですね。
それが後の世界選手権での圧倒的な強さにつながりました。敗北は彼にとっての最大の教師だったわけですね。その通りです。彼は敗北から学び、それを自分の強さに変える能力を持っていました。まさに成長し続けるレジェンドですね。上海での経験が彼を世界一の卓球選手へと導いたのです。彼の覚醒は卓球界に新しい風を吹き込みました。次は彼のプレースタイルを支える技術的要素を解剖していきましょう。ワルドナーのプレーは努力感を感じさせない、いわゆるエフォートレスなスタイルが特徴です。それを支えているのが周辺視野を活用するスプリットビジョンです。ボールを見ながら同時に相手の動きをスキャンする能力ですよね。その通り。これにより相手の返球コースを予見し、最小限の労力で得点を重ねる経済的スタイルを確立しました。無駄なフットワークを排除する、まさに頭脳的な卓球ですね。彼は相手が打つ前にすでにどこに打つかを理解しているかのようでした。それは相手のフォームや重心の移動を瞬時に分析しているからこそできることですね。そして彼のサーブもまた非常に独創的でした。相手を惑わす回転、そして絶妙なコース。技術を極めるだけでなく、それをいかに効率的に使うか、それがワルドナーの真骨頂です。彼は相手の弱点をつくのが非常にうまかったですよね。相手が最も嫌がる場所に最も効果的なボールを送る、その判断力はまさに天才的でした。彼の卓球はまさに芸術の域に達していましたね。彼はボールの回転だけでなく、ボールの軌道やバウンドの高さまで完全にコントロールしていました。それは相手にとって悪夢以外の何者でもありません。彼との対戦はまるで自分の心の中を読まれているような感覚だったと多くの選手が語っています。彼の技術は単なる身体能力ではなく知性の結晶だったのですね。その通りです。彼は卓球というスポーツを物理的な闘争から知的なゲームへと進化させました。それが彼が卓球のモーツァルトと呼ばれる理由ですね。彼の技術は今でも多くの選手たちの手本となっています。彼の技術的な深さはまさに底知れません。彼は相手の動きを予測するだけでなく、相手の心理までもコントロールしていました。まさに卓球の魔術師ですね。彼のプレーは見る者を魅了し、相手を絶望させる力を持っていました。彼の卓球はまさに芸術そのものですね。その通りです。次はベテランプレイヤーが教えない用具の真実に迫りましょう。ここからはカタログデータには載っていない卓球の真実です。まずはワルドナーが考案した J シェイプですね。そうです。重心を先端に置くことで遠心力を最大化し、手首の自由度を高める設計です。そしてラバーの真実。公式にはドニックですが、テナジー05を使用していたことも有名ですね。指先が感知する感覚を最優先した結果です。ブランドよりも物理的フィードバックが全てというわけです。彼は用具に対しても非常にこだわりを持っていました。自分の感覚に合わない用具は決して使いませんでした。それが彼の繊細なタッチを支えていたのですね。用具は単なる道具ではなく、彼の身体の一部だったのです。彼は用具のわずかな変化にも敏感でした。そうです。ラバーの厚みや硬さ、ラケットの重量バランスなど、ミリ単位、グラム単位で調整していました。それが彼の卓越したコントロールを生み出していたのですね。用具へのこだわりこそが彼のプレーを支える基盤でした。彼は用具の特性を最大限に引き出す天才でもありました。そうです。ラケットとラバーの組み合わせが彼のプレースタイルを決定づけていたのです。彼の用具へのこだわりはまさに職人のそれですね。彼のプレーを支える見えないパートナーだったのです。彼は用具の性能を最大限に引き出すために常に新しい用具を試し続けていました。そうです。彼にとって用具は常に進化し続けるものでした。その探求心が彼のプレーを常に進化させていたのですね。用具へのこだわりは彼の卓球人生そのものだったのです。彼は用具のわずかな違いが試合の結果を左右することを誰よりも理解していました。そうです。だからこそ彼は用具選びに妥協を許さなかったのです。彼の用具へのこだわりはまさにプロフェッショナルの鏡ですね。用具へのこだわりこそが彼のプレーを支える基盤でした。彼はラケットのグリップを自分好みに削り、手に馴染むように調整していました。そうです。彼にとってラケットは身体の一部だったのです。彼の用具へのこだわりはまさにプロフェッショナルの鏡ですね。用具へのこだわりこそが彼のプレーを支える基盤でした。興味深いですね。次は連接的な三大大会の記録についてです。1989年のドルトムント団体決勝、5対0の完勝は歴史的でした。闘技やエケラウアを破ったあの試合ですね。そして1992年のバルセロナ五輪、
トーナメントを通じて失ったのは準々決勝の1セットのみという完璧なプレーでした。1997年のマンチェスター大会での21ゲーム連続ダッシュも前人未到の記録です。31歳で迎えた大会でのこの記録は、彼の全盛期が長かったことを証明しています。多くの選手が全盛期を過ぎる年齢になっても、彼は進化し続けていました。彼の記録は単なる数字以上の意味を持っています。それは、卓球界における一つの時代の終わりと始まりを象徴しているのかもしれません。彼は常に新しい技術や戦術を取り入れ、自分自身をアップデートし続けました。その向上心が、彼のキャリアをこれほどまでに長く、輝かしいものにしたのですね。彼の記録はこれからも多くの選手たちの目標であり続けるでしょう。彼はどんなに厳しい状況でも決して諦めることはありませんでした。そうです。彼の精神的な強さが数々の伝説的な記録を生み出したのです。彼の記録は卓球史に永遠に刻まれることでしょう。彼は卓球というスポーツの可能性を誰よりも証明しました。次は彼の人間的な側面に触れていきましょう。完璧なモーツァルトの裏でギャンブル依存症という暗部とも戦っていたのですね。そうです。生涯で8000万円以上を失ったとも言われています。しかしそれを克服した姿がファンからの深い共感を集めているとも言えます。中国での人気も異常でした。切手になった外国人というのも極めて異例です。独身を貫き、卓球に人生を捧げた求道者。彼は卓球以外の面でも多くの人々に影響を与えました。彼の人間味あふれるエピソードは今でも語り継がれています。彼は完璧な選手であると同時に人間らしい弱さも持っていました。その弱さこそが彼をより魅力的な存在にしていたのかもしれません。ファンは彼の完璧なプレーだけでなく、彼の人間性にも深く惹かれていたのです。彼の物語は卓球という枠を超えて多くの人々の心に響くものがあります。彼は自分の弱さと向き合い、それを克服しようと努力し続けました。その姿が多くの人々に勇気を与えたのですね。彼は卓球のレジェンドであると同時に一人の人間として多くの人々に愛されました。彼の人間性は彼のプレーと同じくらい魅力的でしたね。彼は卓球のレジェンドであると同時に一人の人間として多くの人々に愛されました。彼の物語はこれからも多くの人々に夢を与え続けるでしょう。彼は自分の弱さを認めることでより強くなれたのかもしれません。その強さが彼の人間的な魅力を高めていたのですね。彼は卓球のレジェンドであると同時に一人の人間として多くの人々に愛されました。彼は音楽を愛し、試合前にはよくクラシック音楽を聴いてリラックスしていました。そうです。その音楽への愛が彼の繊細な感性を育てていたのかもしれません。彼の人間性は彼のプレーと同じくらい魅力的でしたね。彼は卓球のレジェンドであると同時に一人の人間として多くの人々に愛されました。次はバリューとのゴート論争です。永遠のテーマ、ワルドナーかバリューかという議論ですね。ワルドナーは創造性と予測、バリューは完遂力とパワー。龍谷亮はセルロイド級ならワルドナー、現代のプラ級システムならバリューと評しています。卓球をゲームとして掌握したワルドナーと、物理的闘争として制圧したバリュー。どちらも卓球史における最高到達点であることに変わりはありません。時代背景や用具の進化を考慮すると、比較は非常に難しいですね。それでもこの議論は卓球ファンにとって尽きることのない楽しみです。プレースタイルの違いこそあれ、両者とも卓球に対する情熱は長外れていました。彼らはそれぞれの時代において卓球の可能性を最大限に引き出しました。どちらが優れているかではなく、どちらも卓球の歴史に欠かせない存在だということですね。その通りです。彼らは卓球というスポーツの定義を書き換えました。どちらも卓球界の歴史において最も重要な選手であることは間違いありません。この議論はこれからも卓球ファンたちの間で熱く語り継がれることでしょう。彼らはそれぞれの時代において卓球の可能性を最大限に引き出しました。彼らは卓球というスポーツを新しいレベルへと引き上げました。どちらも卓球界の歴史において最も重要な選手であることは間違いありません。その通りです。彼らは卓球というスポーツの可能性を誰よりも証明しました。どちらも卓球界の歴史において最も重要な選手であることは間違いありません。この議論はこれからも卓球ファンたちの間で熱く語り継がれることでしょう。彼らはそれぞれの時代において卓球の可能性を最大限に引き出しました。彼らは卓球というスポーツを新しいレベルへと引き上げました。どちらも卓球界の歴史において最も重要な選手であることは間違いありません。ワルドナーは直感と予測を重視し、
バリューは徹底したトレーニングとシステムを重視しました。まさに卓球の進化の過程そのものですね。この議論はこれからも卓球ファンたちの間で熱く語り継がれることでしょう。次は2024年のワルドナーカップについてです。2024年12月、オスロで開催された第1回ワルドナーカップ。チームアジアが初代王者に輝きましたが、新旧の支配者が顔を合わせた瞬間は感動的でした。バリューとワルドナーの共演、そしてモーレゴードの活躍。卓球界の新旧交代を象徴する歴史的瞬間でした。2026年に向け、この大会はさらに拡大していくでしょう。卓球の未来を担う若手選手たちにとって、この大会は大きな目標になるはずです。この大会は卓球の魅力を世界中に広める素晴らしい機会ですね。ワルドナーの名を冠したこの大会が卓球界の発展に大きく貢献することは間違いありません。彼のレガシーが新しい世代に受け継がれていくのを見るのは本当に素晴らしいことです。この大会はワルドナーの精神を次世代に伝えるための最も重要な場所となるでしょう。卓球というスポーツがこれからも多くの人々に愛され続けることを願っています。この大会がそのための大きな力になるはずです。彼は卓球というスポーツの未来を誰よりも信じていました。そうです。彼の精神はこれからも卓球界を照らし続けるでしょう。この大会は彼のレガシーを称えるための最高の場所ですね。本当に素晴らしい大会です。この大会は卓球の魅力を世界中に広める素晴らしい機会ですね。ワルドナーの名を冠したこの大会が卓球界の発展に大きく貢献することは間違いありません。彼のレガシーが新しい世代に受け継がれていくのを見るのは本当に素晴らしいことです。この大会はワルドナーの精神を次世代に伝えるための最も重要な場所となるでしょう。オスロの会場は熱狂的なファンで埋め尽くされ、卓球の新たな可能性を感じさせました。この大会がそのための大きな力になるはずです。最後は彼が卓球史に刻んだレガシーについてです。ワルドナーは卓球を時速100キロで指すチェスへと進化させました。AI やデータ分析が支配する現代においても、個人のインスピレーションがいかに重要かを証明しています。彼のレガシーはこれからも卓球界の最高到達点として永遠に参照され続けるでしょう。ケンジさん、今日は本当に濃い対談ができました。素晴らしい時間でした。ワルドナーという存在を通じて卓球の奥深さを再確認できました。彼の物語はこれからも多くの人々に夢を与え続けるでしょう。そうですね。卓球というスポーツの可能性を彼は私たちに示してくれました。彼の名前はこれからも卓球界の伝説として永遠に輝き続けるでしょう。本当に素晴らしいレジェンドでした。彼は卓球というスポーツに新しい命を吹き込みました。そうです。彼の存在そのものが卓球の歴史そのものなのです。今日は本当にありがとうございました。こちらこそ本当に素晴らしい時間でした。ワルドナーという偉大な存在について語り合えたことは私にとっても一生の宝物です。彼の物語はこれからも多くの人々に夢を与え続けるでしょう。本当に素晴らしいレジェンドでした。彼は卓球というスポーツに新しい命を吹き込みました。そうです。彼の存在そのものが卓球の歴史そのものなのです。今日は本当にありがとうございました。こちらこそ本当に素晴らしい時間でした。ワルドナーという偉大な存在について語り合えたことは私にとっても一生の宝物です。彼の物語はこれからも多くの人々に夢を与え続けるでしょう。本当に素晴らしいレジェンドでした。彼は卓球というスポーツを単なる競技から一つの文化へと昇華させました。そうです。彼の存在そのものが卓球の歴史そのものなのです。今日は本当にありがとうございました。こちらこそ本当に素晴らしい時間でした。それではまた。